1941年12月8日の真珠湾攻撃から間もなく、日本軍はフィリピンにも侵攻を開始しました。アメリカ極東陸軍は、ダグラス・マッカーサー元帥の指揮のもと、日本軍の侵攻を食い止めようと奮闘しましたが、圧倒的な戦力差の前に徐々に後退を余儀なくされます。そして翌年1月、アメリカ極東陸軍はバターン半島に撤退し、最後の抵抗を試みるに至ったのです。バターン半島は、ルソン島西部に位置する半島で、地形は険しく、防御に適していました。しかし、アメリカからの援軍は届かず、物資不足に陥り、1日あたりわずかな食料で、飢えとマラリアに苦しみながらも、日本軍の猛攻に耐え続けたのです。特に食料不足に至ってはかなり深刻で、兵士たちは1日あたり、飢え死にするほどのわずかな量で食いつないでいました。そして4月3日、日本軍はバターン半島に対する総攻撃を開始。日本軍の兵力が約5万4千人に対し、アメリカ軍の兵力は約7万5千人。しかしその多くは戦闘能力を失っていたとされています。やがて4月9日には、アメリカ極東陸軍の指揮官、ジョナサン・ウェインライト中将は、これ以上の抵抗は不可能と判断し、降伏を決意します。降伏したのは、エドワード・ P ・キング少将が指揮するバターン守備隊でした。キング少将は、降伏という苦渋の決断に際し、部下たちの命を守ることを最優先に考えたとされています。一説によると、大本営作戦参謀の辻正信大佐は、フィリピン人はアメリカ人に味方したのだから処刑するべしと、大本営からのものとする、偽の捕虜処刑命令を出したといいます。辻から偽命令を受け取った第65旅団の参謀らは、直通電話で連隊長らに命令を広め、一部では実際に捕虜が処刑されてしまったともされています。そしてアメリカ軍兵士たちを待ち受けていたのは、想像を絶する苦難の連続でした。日本軍は、捕虜の移送計画を準備していなかったため、食料、水、医薬品不足だけでなく、輸送手段さえ確保できていませんでした。捕虜輸送は鉄道で行われる予定のはずでしたが、そもそも輸送能力が乏しかったため、徒歩での行進となってしまったのです。行進ルートは、バターン半島の南部から始まり、サンフェルナンドを経由して、カパスのオドネル収容所へと至ります。総距離はおよそ100キロ。バガックからルバオ、サンフェルナンドを経由する西ルートと、マリベレスからピナール・デル・リオ、サンフェルナンドを経由する東ルートの二手に分かれて行進されました。この行進は炎天下の中、数日間にわたって続きます。1日あたり20キロから40キロの距離を歩かされる兵士たちは、わずか数握りの米と、汚れた川の水や泥水が与えられるだけ。ある生存者の証言によると、水筒が空になった兵士たちは、お互いの尿を分け合って飲んだとも言われています。また水を求めて溝に落ちた兵士が、そのまま溺死してしまうという悲劇も起きました。そして日本兵により、日常的に虐待されるという出来事が起こります。倒れた兵士は銃剣で突き刺され、殴られ、水を求めて道端の井戸や川に近づいた者には、容赦なく銃弾が浴びせられたというのです。また所持品はすべて奪われ、時計や指輪、写真、さらには衣類までも剥ぎ取られました。中には結婚指輪を奪われた兵士が、絶望のあまり自ら命を絶ったという話もあったようです。サンフェルナンドにおいては、兵士たちはすし詰め状態で貨車に詰め込まれます。車内は当然空気も悪く、多くの兵士が熱中症で苦しみました。さらには排泄物や嘔吐物で汚れ、悪臭が充満。脱走させないために締め切られた車内では、窒息死する者まで続出したとも言われています。さらに到着したカパスの収容所も、非常に劣悪な環境でした。収容所内では食料も水も不足していて、赤痢、マラリア、ジフテリアなどの病気が蔓延。医療体制はほとんど機能しておらず、そもそも医薬品もありません。治療を求めても、簡単な応急処置しか施されず、
多くの兵士は何もされずに放置されたままだったようです。一日に数百人規模で死者が増えていく中、遺体は雑に掘られた穴にまとめて埋められました。ただ埋めただけの土葬は総じて不衛生で、病気をさらに蔓延させてしまいます。兵士たちは食料を求めてネズミや犬を捕まえて食べる始末。脱走を図るもことごとく失敗に終わり、捕まって竹の棒で殴打されたり、針金を爪に刺されたり、熱湯をかけられるなどの拷問を受け、残虐な方法で処刑されたと言われています。このバターン市の行進の犠牲者数は正確には把握されていません。アメリカ側の発表では、アメリカ兵約500人から1000人、フィリピン兵約5000人から1万8000人が死亡したと推測されています。しかしこれらの数字はあくまで推定であり、実際の犠牲者数はさらに多かった可能性も否定できません。また日本側にもそれぞれ事情がありました。想定数をはるかに上回る捕虜、長時間の戦闘で疲弊した日本軍兵士が輸送するのは困難であり、さらには自分たちが必要とする糧末を捕虜に分け与えねばならず、複雑な思いから虐待が行われてしまったとも推測できます。中には捕虜に対して同情的な感情を抱く者もいます。捕虜を敵とみなし、憎悪の念を抱く者もいれば、捕虜の苦しむ姿を見て心を痛める者もいる。しかし上官の命令に抗えず、虐待を黙認せざるを得なかったとも言われています。この悲劇に対し、戦後責任を問う裁判が行われることになります。本間正治中将は、この行動における捕虜虐待の責任者として、マニラで軍事裁判にかけられ、部下による虐待行為を認識していながら、適切な措置を講じなかったとして有罪判決を受けました。そして1946年の4月3日、ちょうど4年前に、本間が総攻撃を命令した同じ月日に合わせて銃殺刑となり、他の多くの日本兵も、捕虜虐待に関与したとして処罰されました。これらの裁判は、国際法における戦争犯罪の概念を明確化する上で、重要な役割を果たしたのです。裁判では、生存者の証言や日本軍の内部文書などが証拠として提出されました。また、この裁判の結果、捕虜の取り扱いに関する国際的なルールが強化されることになっていったのです。バターン市の行進は、太平洋戦史における数多くの悲劇の中でも、特に忘れてはならない出来事です。想像を絶する苦しみの中で、命を落とした多くの兵士たちの犠牲は、決して風化させてはなりません。二度とこのような過ちを繰り返さないために、私たちは歴史から学び続けなければなりません。また改めて犠牲となられた方々のご冥福を心からお祈りするとともに、平和な世界が永遠に続くことを願います。